気候で健康へようこそ。今回は、がん予防のパート3です。必要なものは、DNA に書かれた情報によって作ることができます。パート2で解説したように、このシステムは非常に精密に巧みにできています。まさに神業です。本来なら、必要なものが必要な時に作られて自然治癒力が働くはずなのに、なぜ働かないのでしょうか。DNA の中で物質を作る設計図が書かれている箇所を遺伝子と言います。実は遺伝子にはスイッチの働きをしている部分があって、これが正常にオンオフされて初めて遺伝子が働き、目的の物質を作ってくれます。例えば消化のことを考えてみましょう。本来なら何か食べれば遺伝子情報によって消化酵素が作られて消化が進むわけですが、ストレスがかかった時には、この遺伝子の働きが悪くなり、消化酵素ができにくくなってしまって、外から胃薬を与えてやるということになるわけです。心と遺伝子スイッチのオンオフについては、遺伝子学の第一人者である村上和夫先生が多数の本を出していらっしゃいますので、ぜひご覧ください。他にも自然治癒力を阻害するものは大きく分けると3つあります。1つは化学面で、呼吸や代謝、栄養のアンバランス。2つ目は構造面。筋筋膜や骨格のアンバランス。3つ目は精神波動面です。そしてこれら3つの面は互いに影響を及ぼします。呼吸は何のためにするかわかります？車が動くためにはガソリンだけではダメです。ガソリンが酸素と結合することでエネルギーを得られます。人の細胞も同じで、ブドウ糖が送られてきてもダメ。酸素と結合することでエネルギーが得られるのです。しかし、猫背の姿勢や仕事で集中しているとき、不安、心配、息が詰まる人間関係など、ストレスを感じているときは、呼吸が浅くなっています。それでは十分なエネルギーが作られず、細胞の働きが悪くなってしまいます。また、例えば、呼吸の深さと速さで体の状態は変わってしまいます。浅く速く呼吸してみます。すると興奮してきます。戦闘モードです。じゃあ今度はゆっくり、深く、ゆったりと呼吸しています。するとリラックスしてきます。体が治癒モードになるのは、主にリラックスモードの時です。栄養は体の材料です。陽子と中性子と電子なら何でもいいというわけではないんです。何をどのくらい、どのようにして、いつ、なぜ食べるのかっていうことが自然治癒力に影響します。構造面からの影響というのは、骨格の歪みや筋筋膜の緊張があると、血管や組織が圧迫され、血液の流れが悪くなります。すると、酸素や栄養が細胞に行き渡らず、細胞の働きが悪くなってしまいます。嬉しい、楽しい、安らかとか、不安、怒りなど、なぜそう感じるのでしょうか。そう感じるのは、
そういう物質が瞬間瞬間に体内で作られるからそう感じるんです。少しの間でしたら問題ないのですが、長く続いてしまうと、それは毒として働いてしまいます。病が気から生じるというのは、そういうからくりがあるからです。波動面について、これは私の身に起きたことですが、幼稚園児の頃、ある時嫌なことがあって、幼稚園に行きたくないと思っていたら、翌朝風邪をひいて本当に休めました。30歳の頃、腹痛と下痢になって病院に行ったんですが、原因不明で薬を出してもらいましたけれども、良くならなかったんです。その頃、ちょっと身勝手なことを考えていた時期だったんですけれども、下痢をして3日目によからぬことを強く願ったんです。そしたら、その夜、夢の中で、心臓を誰かにぐっとわしづかみにされたような、死ぬかと思うぐらいの胸の激痛で目が覚めたんです。ごめんなさい。二度とそんなことは考えませんって誓ったら、朝起きた時には、腹痛も下痢もすっかり治っていました。ありがとうを1万回言ったら奇跡が起こるって誰かが言っていたので試しました。そしたらその日の夕方、なんか部屋が匂うんです。なんだろうって部屋の中を見渡したら、幸福の木が花を咲かせていました。こういうことは数えきれないくらい経験しています。意味深い偶然の一致のことを、共時性、シンクロニシティと心理学者のユングは発表しています。また、ユングは、人と人との無意識は深いところでつながっている。それは他の動植物とも、と言っていて、集合的無意識、普遍的無意識と呼んでいます。私の意識とあなたの意識はつながっている。幸福の木ともつながっている。っていうことなんですね。ミクロからマクロへと人間、宇宙を見てみましょう。そもそもほとんどのものは陽子と中性子と電子です。そしてほぼ空間です。意志や意識はどこにあるのでしょうか？人体の中へ入っていきましょう。人間を構成しているのは様々な臓器です。臓器同士はお互いに会話しています。脳からの指令だけで動いているのではなく、十二指腸から膵臓へ膵液ちょうだいというホルモンを出して要求し、膵臓から膵液を送ります。十二指腸から胆嚢へは胆汁ちょうだいというホルモンを出して要求し、胆嚢から胆汁を送ります。十二指腸はアルカリ性の環境でその能力を発揮しますから、胃に対しては酸性である胃酸を止めてというホルモンを出して会話し連携しています。あたかもそれぞれの臓器に意志があるかのような働きです。それぞれの臓器の中には免疫細胞たちがいます。マクロファージがウイルスや異物に襲いかかって食べ、その破片を掲げます。掲げた情報をヘルパー T 細胞が読み取って B 細胞に伝えると、B 細胞は変身して抗体産生細胞となります。そして強力な武器となる抗体を製造し、この抗体を敵に向かって発射して退治します。そして免疫反応が過剰にならないようにコントロールするのがサプレッサー T 細胞というように、それぞれの細胞が会話し連携しています。それはまるで軍隊のように、それぞれの細胞が
意志や意識を持っているかのように働いています。今度はそのマクロファージという一つの細胞の中を覗いてみると、食べたウイルスを消化分解しています。まるで人間のように。核の中から DNA の設計図を写し取ってリボソームへ持っていき、そこで消化酵素の元を合成します。その消化酵素の元を小胞体というベルトコンベヤーで輸送してゴルジ体まで運びます。ゴルジ体という工場で選別加工してリソソームという完成品に仕上げます。そしてリソソームで食べたウイルスを消化分解しています。それぞれの器官がこれまた意志や意識を持って自分の役割を果たし、他と連携しながらチームとして働いているように見えます。でもこれらは陽子と中性子と電子の組み合わせに過ぎません。そしてほぼ空間です。どこに意志や意識があるのでしょうか？どこで区切られていますか？あなたの意識と私の意識、どこにありますか？どこで区切られていますか？私とあなたの関係は、マクロファージと T 細胞の関係と同じような関係ではないですか？マクロファージと T 細胞は別のもののように見えます。でもそれらは人間の一部です。私とあなたは他人のように見えますよね。でも私たちは地球の一部です。環境が変わっても体の状態を一定に保とうとする仕組みのことを恒常性の維持、ホメオスタシスと言います。例えば、夏でも冬でも体温はほぼ一定です。体温が上がれば汗をかいて蒸発させて体温を下げますし、体温が下がってくると震えによって体温を上げようとします。血液成分も一定で、牛乳1リットル飲んだから、ビール1リットル飲んだからといって、血液が牛乳になったり、ビールになったりしないわけです。なんと、地球の温度も一定を保っています。太陽からの熱を地球が吸収しているわけですが、放熱する量が少なければ、地球はどんどん熱くなってしまいます。逆に地球の放熱の方が多ければ、地球はどんどん冷えて氷の星になってしまいます。地球は絶妙なバランスを保っています。人間の血液が循環しているように、地球の水も循環していて、量も一定です。海の水が蒸発して雲になり、雨や雪になって大地に染み込み、川や地下水となって海に流れます。そして血液の成分が一定であるように、海の水のイオン濃度もほぼ一定です。水の循環のうち、これは海流の循環と気流の循環の一部です。人類がまだ地球にいなかった頃、地球が汚れるのは動植物の死骸か糞尿だけでした。それらの汚れは微生物や菌、ミミズやカニ、貝など分解者たちが分解してきれいにしてくれます。生態系は生産者、消費者、分解者たちの絶妙なバランスで成り立っています。植物は光合成と土からの養分によって炭水化物やタンパク質を作ります。
その植物を草食動物が食べ、草食動物を肉食動物が食べ、やがて死ぬと微生物などが分解し、植物の養分となります。このように生物を作っている物質は循環しています。死んでも形を変えるだけで生態系の一部として存在し、循環していることがわかるでしょうか。人間の細胞が死んでは生まれ変わるという新陳代謝を行っているように、この生態系の食物連鎖はまるで地球の新陳代謝のようです。地球のシステム、生態系は完璧なシステムです。そしてあなたは生態系の一部です。あなたは自然の一部です。ですからあなたも完璧に作られています。地球上の生物には恒常性の維持システム、自然治癒力があります。自然の一部なのになぜ人間の治癒力は働かないことがあるのか。その理由は他の生物との決定的な違い、大脳新皮質の発達にあります。人間は大脳新皮質を使ってあらゆるものを作ってきました。それは思考から始まり現実化していきます。それは病気も例外ではありません。マクロファージの意識も、十二指腸の意識も、脳細胞の意識も、私の意識も、あなたの意識も、植物や動物の意識も分離しておらず、集合的無意識でつながっている。もちろん、がん細胞の意識ともつながっているはずです。そして、意識をコントロールすると、シンクロニシティが頻繁に起きていることに気づくようになります。それはおそらく創造主の意識ともつながっているからと私は考えています。意識が薬をも毒をも作り出す。私の解釈では、気というのは意識で、功というのは方法という意味です。医者で気功も取り入れられている小光良一先生は、伝統四大工法のすべてという本の中で、気功とは調心、調息、調心の三様が揃っていれば、すべて気功であると述べられていらっしゃいます。予防式気功は、伝統的な気功と科学をミックスした独自のものです。自然治癒力を阻害するものを紹介しましたが、気功はすべての面で良い影響をもたらします。次の動画では、誰でも簡単にできる気功をご紹介します。